チェンバーボーン。アップデート7。永久期間で無限の動力を得ることを目指し水車を回想式にする実験を行った我らがビーバー。汚水を制し永久期間を作り上げ、我らの技術力を証明するのだ。ある程度水路が完成したので水車の設置を開始。こりゃ丸太がごっそり減りそうだな。一見かつて仲間のために汚水に飛び込んだラオジンの魂を受け継ぐ精鋭たちよ。建設作業員の大行列、これなら工事もあっという間だぜ。見事2日で依頼した分が完成。でも動力7000と微妙。まだ干ばつ前だけど残り1日、すでに汚水の源の水量は減ってる模様。汚水の源って干ばつ前から水量減ってくのな。今動力1000まで減ったぜ。あ、干ばつ来た。27日か、水車実験の続きはこれが終わるまで保留だな。ではお次は水路の延長工事。延長はここまでかな？そのつもりだけど足りなかったら2列目作れるよ。拡張の余地はあるのな。旧工場区のボット工場を撤去。ボットの生産数は思いのほか効率が落ちず、320から340ぐらいで落ち着いた。葉っぱ漏れあり。残す平坦化作業はこの土砂の倉庫のみ。さあキリキリ土砂を運べー。うじゃうじゃビーバー。ほい葉っぱ。これで周囲が綺麗な平地になりました。元公用区完全撤去完了。広い土地ができたがここには何を建てるんだ？特に決めてないよ。おい。で撤去作業が終わった頃には立体水車はこんな感じに。しれっと上に一段増えておる。汚水が入ってくるところの高さ調整であります。さあ永久期間の肝となる自動給水ポンプの設置をするぞ。設置場所を整地するのだ。目標、水車で得られる動力のみで上まで水を運ぶ。葉っぱマップ限界まで掘り下げ完了。機能だけじゃない、見た目にもこだわって設計するぞー。例によって無駄に複雑にする白麗紙であった。こんな感じになりそうろー。組み上げるのに5段、高さがやべえな。一番下までついてるのは2機だから、これじゃ組み上げ速度が全然足りないけど、横に延長して水量を徐々に増やすつもりです。こりゃ資材の消費がエグそうだ。やっはー、永久期間を作るのだー。まあこれただの揚水発電だけどな。科学的に永久期間を語るなら第1種永久期間と第2種永久期間、どちらを作るのか語ってもらおうか。逆ギレすな、早口になってんぞ。ごめんちゃい。干ばつ終了まであと5日、今回はポンプ2機組み上げでテスト準備しましょ。延長は次のサイクルで。水車をずらー。1機丸太50本、20機で丸太1000本、在庫が持つかな？いつもシャフト設置が地獄の作業だけどこれは簡単。延長のたびにめんどい工事は嫌という設計士の熱意の表れ。さあ干ばつ終了まであと5日、それまでにこれを完成させるのだー。はっぱっぱー。揚水ポンプ設置予定地の掘削も並行作業で実施した。水車の設置は2日で終わり、汚水漏れ防止のため貯水槽の増強作業を開始。足場があったのでこの作業もあっという間に終わった。意味はないけど汚染防壁で飾り付け。干ばつ明けまであと2日、暇を持て余すのず。準備 OK、これでどれだけ動力を得られるかテストして、増設可能な給水ポンプの量を把握します。結果が楽しみだ。双子ザビーバー。遊んでないで早く家に帰りなさい。いのー。ちの水。命の水が干ばつ27日の終了をお伝えしました。そういやもうメインダムの隔壁使ってないなと思い出し解体を開始。今はバンジーダムメインダムの順で、川に水が注水されています。やっはー、汚水を垂れ流せー。干ばつ明けの勢いのある水量で動力チェックだ。そして動力は4万を超え5万に到達。現状給水ポンプに必要な動力は8400、これならポンプ5倍にしても動かせるぜ。でもそのポンプシャフト、ミスったんだわ。よりにもよって一番下じゃねえか。説明すると長くなるからカットしたレベルのめんどいシャフトなのに。おい。はい、やり直しでーす。そういえば排水口はこちらです。水位が下がりすぎると給水できないので水門を設置。シャフトの接続完了。おい給水ポンプ逆向きだぞ。あばー？安定のやらかしなどと修正工事をしてたら最短3日の干ばつ警告。ハード難易度3地味に厳しい。一応水車が回って給水ポンプも動くところまで行けたから、あとはこれを拡張していくだけでいけそうかな？必要な給水ポンプの数次第だな。夜中にこっそり元公用区を発破。夜中にやるなようるせえだろ。
再開発はまだ先になりそうなので、灌漑水路を伸ばして植林しました。育ったら多分水車になる。さらば作るのめんどかったら旋階段。変な場所に作ったのでさほど使うこともなく解体。動作テスト中は新たな建築をせずビーバー半休にしてたけど、干ばつ来たので半休終了。今度は25日、さっきよりちょい短い。そして干ばつで汚水の源が止まると、動力はあっという間に低下。半日程度で完全停止。こりゃ給水ポンプかなり追加しないとダメそうだ。水車が回り続ける水量をなんとか組まねば。水車の増設予定地を確保。まあ水車の前にポンプが先だね。そしてポンプ増設のために足場を作ろうとして悲劇が起きる。ハマったビーバーを助けようと足場を破壊する白霊士。高高度に残される悲しきビーバー。彼らは悲しみのあまりメカーシュラビーバーへと転身した。いやそうはならねえだろ。メカーシュラビーバー、ネハンモード。もう意味がわかんねえよ。ビーバー2匹ロボ3体の夢の合体をご承覧ください。さっさと次に行け。で高度を意味なく高くするため給水ポンプを一段アップ。見た目のためだけにコストアップ。ロボアシュラビーバー無事救出。キメラ合体したビーバーが無事元に戻れてよかったぜ。清水弁を互い違いに設置し汚水が流れてくるときは貯水し、干ばつ時に注水する機構を考えました。貯水槽へは開放、水路側は高さ制限で減ったら開く。給水ポンプがアホほど必要になる可能性があるので、画面端まで増設できるように整地をしましょ。でもここまでポンプ作るのは地獄だ。この地形も気に入ってたけど、泣く泣く消し飛ばすことにしました。元は田岡橋があったとこだな。てなわけでここもちまちま爆薬設置。爆薬の在庫は1000、これなら足りるかな？横ずらーで並べる予定だったポンプが設置できない痛恨の設計ミスが発覚。当初の設計とは変わっちゃったけど、なんとかフォローして乗り切った。ギリセーフ。てなわけで3倍のポンプで建設開始だー。さあこれで次のサイクルは水車を回し続けられるかな？やべ、板の在庫切れた。おい。まあ丸太はいっぱいあるからなんとかなるよ、多分。増築コストが結構重い。さあビーバーたちよ、建設を急げー。完成しないとまたコメント欄で。だからできないって教えたじゃないですか。って私が怒られるぞ。いい大人が怒られてて草。やべ、生成物の在庫切れた。今度は生成物か。ダイナマイトで使いすぎちゃったよ。効果のほどはわからないけどほぼ全部の工場を優先的に運搬に設定しました。もうそれ優先じゃないと思うの。ボット運搬員がめっちゃいるからなんとかするでしょ。適当だな。ボット建設作業員の狂気を見た。ビーバーの3倍以上数いるし、もうボットの国かもしれん。工場が動力不足で止まった。やっぱ我らには永久期間が必要なのだなお、動力止まったのはこの日だけで、ただ大げさに騒いでいるだけです。ばらさないでよ。へっへ。などとトラブルもあったものの、無事建設依頼していた部分は完成。揚水ポンプが組み上げる用の貯水槽の掘り下げもしました。安定稼働には組み上げる汚水地味に大事。25日の干ばつサクッと終了。2サイクル終わったのでここで終わりたいけど、永久期間完成させないとコメント欄で怒られるので延長戦じゃあ。動機が不純。まあ普通に霧も悪いし。だな。それではポンプ稼働テスト開始だなのに排水口工事を忘れ焦るレイムさんの図。だだ漏れだと汚水が汲めないよ。そして完成の図を撮影しようとして、奥に作っていたことを思い出すレイムさんの図。糸かなし。給水ポンプは無事稼働成功。汚水の源の無駄に高い堤防もつなげたみたいだし、ここの部分にも汚水が貯水できるな。水車を十分に回しながら少しずつ水位が上がっております。給水ポンプがいい仕事してそうだ。水位確認用にオブジェ設置。堤防のマス目で十分だろ。で現在の稼働状況は55000馬力、使ってる動力は29400、微妙。ポンプさらに倍にするなら水車も作らんと黒字にならん。貯水はぐんぐんと増えて上のダムのギリまで上昇。カカシさんとビーバーの像が水中に沈んだ。ここからダバーって出るのが楽しみだったんだよ。残念、干ばつまで残り1日を切った。もう水深は下がるだけだ。そんな結局上からの放水は見れず干ばつ24日が襲来。てかすでに水位が2マス下がってる。こりゃポンプの組み上げ量を思ったよりも少ないかも。そして 0.1 日後にはビーバーの像が登場。0.5 日経過してカカシパイセンも復活。動力はまだ出てるけどこれも時間の問題か。干ばつ1日が経過したところで動力も減少。ダメだこりゃ。
干ばつ2日でポンプの動力が賄えなくなった。こりゃポンプの数が全然足りてないっぽいな。このままいっぱい増設すればいけると思うけど、設計ミスもあって正直めんどい。おい。誰だこんなクソ設計を考えたのは。毎度のことだけどお前だ。畜生。まさかの2連続大発破。このままだと。だから僕見ないって言いましたよね。とか上から目線でコメ欄で怒られちゃうよ。まあ実際できてねえしな。舌打ちすな。などといっぱい爆破し在庫がなくなり、爆薬生成物を増産するため、こっそり風車群の横に製造工場を建てました。こっそりの割に規模でかい。今のままの設計で無限動力を得ようと思ったら、設計面倒だし時間がかかりすぎる。無限動力ネタで動画何本も作りたくないんじゃコメ欄で視聴者さん同士で喧嘩するし、さっさと終わらせたい霊虫であった。設計を簡単にしてサクッと作っちまおう。無限動力作ることは諦めないのな。再利用できる丸太だけでも3万5000くらいできたし、作るだけならそんなに手間じゃないはず多分かよ。できなかったらそれはそれでいいオチになるし。おい。さて瓦礫は片付けないと使えないので、まずは倉庫にしまいましょ。さあビーバーよ、丸太3万本を運び出すのだ一生懸命作ったのにかわいそうなビーバー。片付け増員、建設作業員は一旦運搬に回れ。そして確認したら作業員が片付けしてたけん。やってるの運搬員じゃなかった。目にも止まらぬ速さで片付けするビーバー。このサイクルは片付けだけで終わりそう。てか地下貯蔵庫めっちゃ増えとる。これ丸太1800本しか入らないし。いのー、ちの水。片付けだけで次のサイクルへ。はっはっは、まだ終わってないんだなこれが。それではジャスティスビーバーさんの新曲を聴き。ってこのまま終われるかもう1サイクルおかわり入りまーす。物が多すぎるのか若干葉っぱもラブっております。まだゲーム速度は落ちてなさそうだけど少し重い。お水の源開けっぱなしだった片付け真っ最中に何してんだよ。こりゃいかん、急いでお水ドーム閉めて。ちょっと考えればわかることなのに、がっつりやらかしちまったな。お水は止まった。汚染されてない場所を優先にしてこれでお水を避けてもらおう。結果ちょい病気のビーバーが出た。ある程度片付いたので次に作るシステムを考え中。この3連給水ポンプを軸にしましょ。で給水ポンプの位置に合わせて水路の建設を開始。倉庫がいっぱいで片付けができん。建設して倉庫に空きを作るのだ。給水ポンプの設置予定地を整地してたら、悪潮21日が来た。期間としては短いし楽勝。はっぱー。もうこの土地の元の地形を覚えてる人はいないかもしれない。面倒な設計はしたくないと言いつつ、少しは変わった形にしたい今日この頃。まあシャフトいらんし階層もないから格段に楽になったぜ。で突出ブロックと3で足場作ったら堤防でビャーっと2段。自動給水ポンプは放水側が満水だと止まるので、高さを上げて常に放水できるように改良しました。高さあるので建設時には階段が必要になっちゃったけどね。それはしゃあなし。これだけポンプあれば水量さすがに足りるでしょ。低コストでたくさん設置できるぜ。さあ一気に建設するぞー。と思ったら汚水。ダバー。おい。とりあえず道を切っていけなくして対処。溢れちゃいるけど排水されてるので大惨事にはならなかった模様。ギリセーフ。で話はポンプに戻ってこれこうすると2倍にできます。横にもさらに伸ばせるし拡張性抜群。なのでその分の場所を確保しつつ、ここからは水車を作って駆動。4日でここまで完成、いいペースだ。真ん中のポンプだけ完成しないなと思ったら、水が出るところは階段ダメみたい。水が出るところは建設不可判定があり、階段を1マス横にずらした。2列目の水路に水車を設置しつつ、3列目の掘削を指示。握手を終了までに何列完成するかな？行けビーバー、汚水の犠牲となった仲間の屍を越えて行けー。いや薬あるから、みんなすぐ元気になったし。そうだった。うじゃうじゃっと行列を作り資材を運ぶビーバー。建設が進み一部倉庫も空きができてきた。瓦礫の撤去も終わったみたいだね。はっぱー。水車4列目を着工。で同じ高さで長距離水路を作ると、先端部の水位が下がる仕様だった気がするのでここからは一段下げました。落差で水流を調整。汚水貯水とポンプ汲み取り用の貯水を分ける壁建設。あまり効果ないので気にしないで OK です。お前ら道を無視すんな。倉庫が完全には分断されてないから使えちゃったのかな？そうだとしても道がないところは通るなと。数匹病気になった。
被害ないからと放置してたけどアクシオの排水も対処しましょ。汚水をせき止めちゃってるこの場所を崩せばマップ外に排水できる簡単なお仕事、などと思ってた結果がこれである。めっちゃ溢れとるやないかーい。あばばばばば。慌てて水源の清水弁を閉じた。ズル入りまーす。などと慌てふためいたものの汚水に触れないように作業すれば汚水が溜められるチャンス。階段壊して下に行けないようにした。で排水口前に水門を建設してから汚水を流せるように葉っぱで調整。水車の下は足場で浮いてるから大量の汚水が貯水可能だ。では清水弁開放。結局1日ずるしただけで元に戻した。水車5列目の工事は地面ど動力が増えるね、やったね。汚水もちょろっと溜まってきております。さあアクシオ終了まであと3日、アクシオ明けまでに完成するかな？丸太はまだ2万残ってるし楽勝だぜ。6列目の工事も並行して始めるぞまだまだ増える水車群。簡単設計だけどこれだけ数揃ってくるとそれなりに見応えあるね。動力もどれくらい出るかワクワクするぜ。5列目工事も2日程度で終わり、6列目作っとー。さあアクシオ明けに間に合うかな？ 6 回目ともなれば設計もこなれて超速設計。いえこれはただの早送り再生です。ばらさないでよ。へっへ。作るの面倒だった最大高度付近まで伸ばした堤防を撤去。今の無限動力システムの運用思想だと、高さ関係ねえもんな。アクシオ終了まであと1日、自動給水ポンプのスイッチ、オン。なお町からは隔離された環境なので、水車が回らないと動力がなく動かない。はずだったのに流れ込んできたアクシオの汚水で水車が回り意図せず稼働開始。は？まあいいや、このまま続けましょ。適当だな。アクシオやらかし時の緊急対応用に排水口拡張。今更である。通常運用ではアクシオには頼りたくないのでここは封鎖しときましょ。謎のこだわり。でもアクシオハプニングのおかげでシャフトの接続ミスも事前に見つけられたし助かったよ。注意しててもミスるシャフトの向き。いのー、ちのみず。そしてアクシオ終わったのに工事続けてるけん。いや間伐中の稼働チェックまでしないと。できないから次回に先延ばしと稼働が投稿者としてどうなんですか？とか怒られそうだし。おい。っていうか組み上げた汚水ダダ漏れだし。欠陥設計で普通にテスト稼働できねえ。まあすぐできらー。でここは組み上げ速度が遅かったら開いて、汚水ダムから注水する予定の清水弁。ポンプだけの稼働でどこまでいけるか確認したいのでここは一旦閉じときます。ダムがいっぱいになるとは思わないけど一応ここから排水するようになっとります。まあダムの汚水使っちまうと無限で動く動力のコンセプトが崩れるっておい。あ、安定のやらかしドーム閉めてー。後にビーバー界で語り継がれた鉱山汚染事故である。こっそり植えてたメープルが枯れた。巨大工場の水路のおかげで被害はこれだけ。気を取り直して工事を再開だー。7列目の工事を開始だぜ。でアクシオ明け5日目またもやアクシオ警告。今回は2日猶予があったがまだ工事は完成とはいかずか。残す猶予はあと3日。あと 1.4 日しかないけど8列目行くどー。残された時間が少なくても工事は続けるギリッギリ職人。残り 0.4 日、これ普通に間に合わなんだ。おい。でも宣言の汚水使わなくてもすでに安定稼働してるけん。しれっと外部の力を得ることなく、動力供給が需要量を上回っておる。ビーバーは無限動力を手に入れたどー。やったぜ。そして無限動力3、いきなり最強のアクシオ30日との戦いが始まる。さあ汚水ダムの汚水も使わずアクシオの汚水も使わない状態でアクシオ30日を乗り越えられるかな？一応テストはするけど30日じゃ途中で汲み出す汚水が乾いて、給水ポンプが止まるでしょ。まあそりゃそうだわ。じゃ無限動力が実現しアクシオ30日がやってきたところで動画長くなっちゃったから今回はここまで。次回無限動力の安定稼働、気になる方はお見逃しのないようチャンネル登録をば。ではジャスティスビーバーさんの新曲とともに今回の出来事を振り返りつつお別れです。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。必死に働く、小さな体ででも決して諦めない。
作り直す汚水が来るぞみんな気をつけろ俺たちは英雄の意志を継ぐ者どんな困難にも立ち向かうよ命の水を守るため諦めないビバの魂汚水を浴びるな仲間を守ってポンプを作ろう無限の力のため壊れた夢でもまた組み立てる何度失敗しても前を向くのさ俺たちは英雄の意志を継ぐ者雨も風も越えてくよ命の水のために諦めないビバの願い小さな手と手で未来を作ろう汚水の中から希望を掘り出すみんなの力でどんな壁も越える立ち上がれビバもう一度英雄老人よ空から見てるかその意志は止まらず希望を追い続け受け継ぐ俺たちこそが無限の力俺たちは